こんにちは、アンナスです。今日は新しい本、アンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツという本の中から、フルーツサンド、いちごサンドの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は新しい本、新刊のアンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう本の中の、表紙になっているフルーツサンド、いちごのフルーツサンドの刺繍をしようと思います。まだちょっと本が、撮影のタイミングでは本がなくて、本は本当に数日前じゃないと形のものがないので、すいません。今日はちょっと表紙は、こんな感じですっていうので、はい。では実際早速これをちょっと刺繍していこうと思います。図案の写し方は別の動画でやっているのでそちらをご覧ください。ではまずこのサンドイッチのパンの部分から刺していきます。最初サテンステッチなので、このサテンステッチで埋まる中に並縫いを2つ入れます。でギリギリで留めて1つ前の穴に刺すとこれで絡まってるので出てるところをハサミで切ります。まず一番下に1つステッチを入れます。でこのままずっと上がっていきます。なので、最後の方はステッチが小さい点々々になると思うんですけど、そこは頑張って小さい点々を刺していってください。こんな感じでもう結構1ミリ 0.5 ミリぐらいの、サテンステッチで終わりました。でこの後はアウトラインステッチです。アウトラインステッチはまず1目作ります。この向きでやっていきますね。でちょっと先に出して上でも下でもいいので、じゃあ下にします。下のところに重ねます。前のステッチの半分ぐらいのところで糸の下に入れます。これの繰り返し。で1目はできるだけ揃えた方がいいです。その方が見栄えが綺麗ですね。で、最後までいったら今度戻りたくなるんですけど、だから、右から左に行きたくなるんですけど、この時ちょっとアウトラインの重ね方を揃えた方がパッと見た時に仕上がりが綺麗なのと、これ重ね方が逆になっているとチェーンステッチみたいに見えてしまうので、一回戻って裏にこう通しながら戻って、ここは2列アウトラインを作るんですけど、同じ方向でやった方がこんがらがらなくていいかなと思います。逆からやっても重ねる方向を同じにしておけば、だから今向かって下側に刺してます。絵としては左なんですけど、ちょっとこっち側に重ねておけば別に右から左に刺していっても構わないんですが、なんかちょっとややこしくなると思うので頭がこんがらがりそうになるんで、私は。なので一回戻って同じ方向に刺すっていう風にします。だから、アウトラインステッチで面を埋める場合、向きを揃えると仕上がりが綺麗です。重ねる向きを右だったり左だったりいろんな方向でやらない方がいいですね。で一旦糸を終わらせます。終わらせる時は裏に2回ほど絡めて、もうギリギリで切っておけば大丈夫です。で続きをやる時は裏に2回ほど絡めます。最初は並縫いをしたんですけど、2回目以降は裏に絡めてください。ちょっと長く出てるところは切っておきます。で次がいちごなんですけど、いちごって輪切りを思い浮かべていただくと、
中白いところとでその外側に赤い実の部分がありますね。それを表現したいのでもうちょっと細かくてそこまでできないんですけど、まずこのいちごの頂点をストレートステッチっていうか1本ピッて入れます。下まで入れないです。で、ここが下の中心とするとそこに向かってなんとなく放射状になるように刺していきます。全部埋まってもいいです。ちょっと隙間が空く場合は空いてもいいです。いちごの繊維の感じを出したいんですね。でこれ後で上から白で放射状に刺していくんですけど、こんな感じでできればちょっとここの真ん中、下の真ん中がちょこっとでも空いてると後で白を刺す時に結構刺しやすいんですが、埋まっても全然問題ないです。これを3つ作ります。いちごが3つできたので、さっき言ってたその繊維みたいな中の白い部分ですね、それを放射状にやっていきます。まず縦に1本入れて、でまた中心同じ穴から出して左右にちょっと入れてみます。これでもうサイズ的にもういちごに見えそうだったらもうこれで OK にしてください。結構糸が赤い糸に埋まってしまって白い糸がちょっと細くなってしまったりした場合は、ここもちょっと隙間が空いてるんでもう1個ぐらい入れてもいいかな。これぐらいですかね。なのでその時その時でバランスを見て入れる本数はちょっと調整していただいて、あと刺繍糸の上に刺繍をする場合って結構最初のサテンステッチのサテンステッチに埋まってしまうことが多いので、なので思ってるより気持ちちょっと長めに刺しておくといい感じになります。ちょっとこれ控えめに下の方に刺すとかなり短いステッチになるんで、ちょっと思い切ってギリギリに刺すとギュッと引っ張った時に埋まって、今埋まったの分かります？結構この端のギリギリに刺したつもりなんですけど、糸を引いた時にちょっと埋もれて赤い部分が見えましたね。なのでちょっと長めに刺しておいて引っ張ると糸が短くなるっていう感じを感覚で分かってもらうと刺す場所もちょっとわかるかなと思います。これぐらいいちごに見えました。そしたらまた次、3列アウトラインステッチをやっていくんですけど、さっきと同じ重ね方の方が無難ですけど、変わっても大丈夫です。ただここの真ん中はどっちに重ねようっていうのは揃えてください。だからこことここはもう面が別の面になってるんで、重ねる場所を変えてもらっても構わないんですが、ここの3列は揃えないとちょっと変になります。これで向かって上に重ねているんで、2列目を刺す時も向かって上に刺すんですけど、私はちょっとこんがらがあるので一回戻って同じ方向に重ねる。これでやっていきます。でこれが終わったらいちごをもう一回同じことを繰り返してまたパンをやっていきます。
はい、ではいちごができたので、またパンの部分を刺繍します。またアウトラインステッチ2列ですね。で重ねる方向はどうしようかな。じゃあ合わせます。上。はい、これでできたので裏に絡めます。あとは図案をお水で消します。私が使っているクローバーのチャコピーはお水をつけるだけでシュッと消えるんですけど、洗わないと消えないチャコペーパーとかもあるので、それはちょっとパッケージを読んでその通りに消してください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。